企業が規制強化への期待の下でインフラストラクチャを再興する中、切断されたクラウドは AI データガバナンスの向上を目指しています。隔離された環境での運用継続性を確保することはビジネスにとってますます重要になっています。継続的なインターネットアクセスが不足している施設は外部依存が受け入れられなくなるという特有の制約に直面します。マイクロソフトは最近、規制対象の業界や公共部門がデジタル経済に独立して参加できるように機能を拡張しました。これらのシステムへの信頼はデータが保護され続け、制御が強制可能であり、外部条件に関係なく運用が進行するという確信から生まれます。同社は現在、接続モード、断続接続モード、及び完全切断モードにわたるフルスタックオプションを提供しています。このアーキテクチャでは、Azure ローカル、Microsoft 365ローカル、Foundry ローカルが単一のソブリンプライベートクラウドに統合されます。これらの要素を組み合わせることで、あらゆる接続状況に強いローカライズされたエクスペリエンスが提供されます。すべての展開全体でガバナンスを標準化することで、企業がアーキテクチャの断片化を防ぐのに役立ちます。Azure ローカルの非接続操作により、組織は使い慣れた Azure ガバナンスとポリシー制御を使用して重要なインフラストラクチャを完全にオフラインで実行できます。実行、管理、ポリシーの施行はすべて顧客が運営する施設内で行われます。このアプローチにより、企業は中断のない業務を維持し、設定された境界内でアイデンティティを保護し続けることができます。実装は、小規模な導入から要求の厳しいデータ集約型のワークロードまで拡張できます。復元力と AI データガバナンスの同時向上。AI を主権環境に導入すると、高いコンピューティング要件が発生します。ファンドリーローカルを使用すると、企業はマルチモーダルな大規模モデルを完全にオフラインで実行できます。NVIDIA などのパートナーが提供する最新のハードウェアを利用して、顧客は独自の物理サーバーに AI 推論を展開します。これにより、データとアプリケーションプログラミングインターフェースが顧客が管理する境界内で厳密に動作することが保証されます。AI 推論の需要が時間の経過とともに増加する場合でも、顧客はハードウェアに対する完全な権限を維持します。プロクシマス・ルクセンブルクの CEO、ゲラード・ホフマン氏は次のように述べています。Azure ローカルの切断された運用が利用できることは、マイクロソフトクラウドの能力を犠牲にすることなくデータを制御する必要がある組織にとって画期的な進歩となります。デジタル主権が単なる原則ではなく戦略的必要性であるルクセンブルクにとって、このモデルは、現実世界のロボットや産業機械を制御する人工知能の分野であるフィジカル、AI には階層の問題があります。上位では、オープン AI と Google がマルチモーダル基盤モデルを拡張しています。その中間で、NVIDIA は物理 AI 開発のためのプラットフォームとツールを構築しています。そして、第3の陣営があります。日立やドイツのシーメンスのような産業メーカーは、物理世界を理解しなければ、物理世界を移動できるように機械を訓練することはできないという、静かではあるがおそらくより根拠のある議論を行っています。日立が日経アジアとの最近のインタビューで明らかにしたように、その議論は現在、役員室での戦略から工場現場での展開に移行しつつある。物理 AI に優れたモデルが必要な理由。日立製作所の人工知能テクノロジーイノベーションセンターの副所長である柳井康介氏は、実行可能な物理的な AI と理論的な AI の違いについて率直に語ります。物理学や産業機器の基礎知識から始まる体系的な理解がなければ、物理学 AI を社会に実装することはできません、と同氏は日経新聞に語った。日立の売り文句は、鉄道、電力インフラ、産業用制御システムの構築で数十年にわたって蓄積された基礎知識の多くをすでに保有しているというものだ。同社は、気体や液体の挙動をモデル化する熱流体シミュレーション技術と、機器の状態を監視するための信号処理ツールを備えており、これを柳井氏は日立の製品設計と制御ロジック構築に関する広範な知識を支えるエンジニアリング基盤と表現している。ダイキンと JR 東日本。日立の包括的な物理 AI アーキテクチャである統合ワールドインフラストラクチャモデル、DUIM は、
複数の特殊なモデルとデータセットを統合する専門家混合システムと説明されていますが、まだコンセプト検証段階にありますが、2つの実際の展開は基礎となるアプローチがすでに成果を上げていることを示しています。日立はダイキン工業と共同で、業務用エアコンの製造設備の故障を診断する AI システムを導入した。機器の保守記録、手順書、設計図で訓練されたこのシステムは、異常が検出された時にどのコンポーネントが故障している可能性があるかを特定できるようになりました。これまでは経験豊富なエンジニアの頭の中にのみ存在していた一種の操作上の直感です。日立は東日本旅客鉄道、JR 東日本と共同で制御装置の不具合の根本原因を特定する AI を構築した。今月初め、オープン AI は企業がエージェントを構築、管理するための新しいプラットフォーム、オープン AI フロンティアを立ち上げたが、オープン AI の最高執行責任者、COO ブラッド・ライトキャップ氏は、企業はまだ大規模な AI 導入を経験していないと述べた。興味深いことの一つであり、私たちがオープン AI フロンティアに関して最近取り組んでいる仕事へのインスピレーションの一つは、エンタープライズ AI がエンタープライズビジネスプロセスに浸透しているのをまだ実際に見ていないということです。と AI 幹部はニューデリーで先週開催されたインド AI サミットの傍らで語った。誰もが個人の能力で使用できる非常に強力な AI システムがあります。そして企業は多くの人々、チーム、全員が協力しなければならない、多くのコンテキストを備えた非常に複雑な組織です。多くの異なるシステムやツールを使用して達成する必要がある非常に複雑な目標があります。AI エージェントがビジネスプロセスを引き継ぎ、SaaS は死んだ、と主張することが多くの話題になっています。これらの予測は時々 SaaS 株を動かしましたが、実際には現実になっていません。実際、ライトカプ氏は、オープン AI は昨年大規模なスラックユーザーになったと述べ、AI 企業が依然として従来のエンタープライズソフトウェアにどれほど依存しているかを示しています。オープン AI CFO のサラ・フライヤー氏は1月、同社の収益は増加傾向にあり、2025年までに年間収益が200億ドルを超えると投稿した。ライトキャップ氏は、数字は明らかにしなかったが、需要は強いと述べた。私たちは、ほとんどの場合、多すぎる需要に対応しなければならないことに気がつきます。私たちはまだ成長中の組織なので、ぜひ依頼たい世界的な需要要因があり、それに依頼られるよう最善を尽くしています。とライトキャップ氏は語った。同時に、オープン AI は企業の成功を定量化する方法についても考えています。ライトキャップ氏は、オープン AI はシートライセンスではなくビジネス成果に基づいてフロンティアの影響を測定しようとしていると述べた。同社はフロンティアの価格をまだ公表していません。テククランチファウンダーサミットで最大300ドルまたは 30% 割引。テククランチファウンダーサミット2026には1000人以上の創業者と投資家が集まり、成長、実行、現実世界のスケーリングに焦点を当てて1日かけて開催されます。業界を形作ってきた創業者や投資家から学びましょう。同じような成長段階を歩んでいる仲間とつながりましょう。すぐに適用できる戦術を身につけてください。オファーは3月13日に終了します。テククランチファウンダーサミットで最大300ドルまたは 30% 割引。テククランチファウンダーサミット2026には1000人以上の創業者と投資家が集まり、成長、実行、現実世界のスケーリングに焦点を当てて1日かけて開催されます。同社は火曜日、生成 AI 音楽ツールプロデューサー AI が Google ラボズの一部となると発表した。ザチェーンスクリーニングの支援により、プロデューサー AI プラットフォームを使用すると、ユーザーは自然言語リクエスト、ローファイビートを作成してくださいなどを記述して音楽を生成できます。Google ディープマインドのリリア3音楽生成モデルを使用しており、テキストや画像入力さえもオーディオ出力に変換できます。Google は先週、同社のリリア3機能が主力のジェミニアプリに導入されると発表したが、プロデューサー AI は Google ラボズの製品管理担当シニアディレクターであるエリアス・ローマン氏の言葉を借りれば、ユーザーが AI モデルとよりコラボレーションパートナーのようにコミュニケーションできるようにする。プロデューサー AI のおかげで
新しい方法で創作できるようになりました、とローマン氏はブログ投稿で書いています。新しいジャンルのブレンドを試したり、愛する人へのパーソナライズされたバースデーソングで自分の気持ちを表現したり、自分や友人のためにカスタムのワークアウトサウンドトラックを作成したりしてきました。